今回画面に映っているのはアーケインティンメンっていうね、デンマークの会社のドラゴンシールドっていうね、スリーブです。有名な高級スリーブになりますけれど、こちらが従来型のマットタイプですね。こちらが新しい方のマットデュアルタイプです。こっちとこっちの違いはスタンダードサイズとジャパニーズサイズです。ジャパニーズサイズはね、他の言い方で言うとミニサイズとかスモールサイズとか言われるように、ドラゴンボールヒーローズとか、遊戯王とかね、そのサイズの方ですね、59×86mm に対応した方で、スタンダードサイズっていうのはポケカとか、デュエマとか、ギャザリングとかみたいに、ワンピースカードもそうか、63×88mm に対応したスリーブになります。あと、ジャパニーズサイズって書かれたりすると、日本だからこれ合ってるのかなって言ってね、ご購入があるみたいなので、ジャパニーズサイズは遊戯王みたいに、スモールサイズ用、こっちはスタンダードのちょっと大きめのね、63×88mm 用っていうところはね、押さえておいてほしいところなんですけど、そして何が違うのか、マットとマットデュアルは何が違うのかっていうのをね、この動画で、伝えていきたいと思います。大きな違いは、マット使ったことある人はわかると思うんですけれど、背面がね、やや透けます。それが透けなくなったのがマットデュアルタイプです。こちらに用意したのがありましてですね、これが従来型のマットなんですけれど、入れていくとね、若干ね、透けて、ここにモンスターボールと、ポケカの場合はね、ポケモンってうっすら映るんですね。なので、この透け具合があまり良くなかったというかね、苦手だった人はマットデュアルタイプが出たので、こちらだったら透けないので、透け感がね、気になる人はデュアルタイプがおすすめです。エンボス加工はね、若干柔らかくなってて、そうだね、ウルトラプロのエクリプスとか使ったことある人だったら伝わると思うんだけど、ビニールっぽい素材、ちょっとビニール味が増したというかね、レインコートみたいな、そういう柔らかさが入ってる。こっちはね、ちょっと硬めで、サラサラっていうか、ちょっとザラッとしてる感じ。ちょっと硬い。で、透け具合をもう少し伝えるために、下からライトを当てていきたいんですけれど、ライト。OK。カードが入ってない部分はこうですね。当てるとちょっとだけ通ってますね、光。なんですけれど、カードを入れても透けません。で、マットタイプがどれだけ透けてたかっていうのをやるとですね、これぐらい透けてたんですね。なので、結構ね、肉眼ではそんなにはっきりと見えるぐらいの透け感ではないんですけれど、うっすら透けるぐらいなんですけれど、光を直接当てると、あれぐらい差がありますよってことでね。なんでこれだけ光通さなくなったのかっていうとね、表面が黒くなりました。黒くなったので、光を通しにくくなっているんですね。従来型のやつは裏表同じ色なので、それが黒くなったことによって、光が通りにくくなった。このタイプはね、それこそイクリプスと同じって感じですよね。あったか。こっちが、マットタイプ。こっちがグロスタイプ。グロスタイプの方が光沢が良くて透明度があって、こっちはサラサラしてて、ホイールとかは目立ちにくいんだけれど、その分文字が読みやすかったりとかいうね、反射しにくいので、イラストが見やすくて文字が読みやすいんだけれど、ホイール加工が引き立たないっていうね。なので、そこは艶消しタイプかグロスかっていうのはね、光沢かっていうのはね、好みが分かれるところではあるけれど、あれに近い感じで、そうですね、フロントがイクリプスよりは硬いです。こっちの方が若干硬めです。イクリプスのグロスの方がもうちょっとビニールっぽい感じでね、柔らかいです。ただ背面はね、イクリプスの方がちょっとムラがあったりっていうのがあるんですけど、こちらはね、細かいので、肌触りはこっちの方がいいと思います。またね、
他のスリーブとは他の動画で比較したいところですけれど、今回はねドラゴンシールドの中での比較をしていきたいと思います。あとですね、こちらが不透明になってこちらが透けてるっていうのは大きなポイントの差なんですけれど、その他に縁がね若干バリというんですか、ここの接合部のところが若干薄くなりました。前までのというか従来型の、マットタイプは結構引っかかってたので、そのハロンシャッフル、横入れのシャッフルするときに結構引っかかってたんですね。60枚ぐらいになるとね、やっぱり引っかかりが結構あって、こうやって倒れちゃったりっていうのがあったので、それが若干というか結構スムーズに入るようになりました。デュアルタイプ。ハーフだったらね、40枚とか30枚ぐらいのカードゲームであれば、マットでも結構入りやすいんだけれど、入るんだけど、それがデュアルタイプだと、スッと入ります。動画だとあんまり伝わりづらいかもしれないけれど、だいたい置くだけでふーっと入っていくので、コツとしては角から入れる方が入りやすいですけどね。こっちの上からはね、あんまりやらない方がいいです。開き口ですか。開き口でやると、カードが刺さった時に割れてしまったりとか裂けてしまったりっていうのがあるので、スリーブ自体が。なので、入れるときは下側から入れた方がいいですね。下側のカードから入れる方が入れやすいです。これもハーフぐらいになるとかなり入れやすくなってくるので、やっぱり少ないと入りやすいんですね。はい。で、こちらのスモールサイズというかジャパニーズサイズですね。遊戯王入ってますけれど、こっちはね40枚でやってます。これが60枚入りで、こっちが100枚入りなんですけれど、遊戯王のデッキだったらね40枚から60枚なので、40枚だったらやりやすいですね。しかもそのスタンダードサイズより小さいので結構やりやすいです。スタンダードサイズもねやっぱりやりやすいですね。イクリプスより入りが結構簡単というかね、サクッと 1,2 回ぐらいで入るので、ウルトラプランのイクリプスだったらヌンって入る感じなので、それに比べるとスッと入ってくれます。そこは好みが分かれるんだけれど、あとはね大きさがね、イクリプスは 66×91 なんだけれど、サイズがスタンダードのこっちのね、デュアルタイプのマットサイズもそうなんだけど同じなんだけれど、ドラゴンシールドのサイズが横が 67× 縦幅が 93mm あるので、ポケカでいうと公式スリーブの 66×92 の 1mm 大きいです。縦も横も。なのでね、表向けると余白というんですかね、ここがだいたい 2mm ぐらいあるので、もちろんシャッフルの時ね、こう指が当たる人はカードが傷つきにくくて済むんですけど、長い方が。なので、そこも好みが分かれます。イクリプスだとね、ちょっとね、カードがね、結構余白がないというか、押し込めばね、1ミリぐらいあるんだけれど、ここね、下の縫い目みたいなのがあって、接合部があって、それで1ミリぐらい使われてるので、ちょっとね、シャッフルしてると、先端が飛び出てきたりっていうのが、あるんだけど、こっちは結構余裕があるので、そこもね、もう下まで結構入るので、もちろん他のスリーブに刀とかもありますけどね、結構縁あるので、
れに比べたらこっちの方がバリというかね、接合部の縁の厚みは多分これが一番薄めだと思いますね。他で言うとね、ポケカの公式のどこいたのポケカの公式のプロデッキシールドのプロがポケカのデッキシールドプロぐらいのかな、縁の厚み。プロもね結構シャッフルしやすいです。裏マットタイプになってて、艶消しというかね、サラサラしてるタイプ。音違いますよね。こっちの方が軽い感じですよ。で、こっちはエンボス加工でね、ちょっとブツブツしてるっていう感じです。なので、大きな特徴として、マットタイプよりデュアルタイプの方が透け感がなくなり、シャッフルもしやすくなりました。あとですね、厚みについては同じです。全くぴったりです。厚みについては同じです。表側のクリアタイプっていうかね、表面の厚みが、0.12mm で、裏のエンボス加工の分太くなってるので、その分が 0.14mm になって、合計0.26mm です。はい。これは公式に答えてもらったので、合ってると思います。この他に、ドラゴンシールドのスリーブの種類には、アートとかクラシックっていうね、クラシックは背面光沢になってるんですけれど、そちらのタイプは厚みがね、0.24 になってて、前面と背面で 0.12mm ずつ、同じ厚みになってます。なのでエンボス分ね、マットとか、デュアルマットデュアルの方は厚みがちょっと増えてるのでね、なんですけれど、マットとマットデュアルの厚みは一緒です。サイズも一緒です。そしてあとはね、箱ですね。箱が一応デッキケースとして使うことができます。だいたいどれぐらい入るのかっていうと、1重スリーブ2重スリーブで60枚ギリギリ入るかなっていうのがスタンダードサイズで、ジャパニーズサイズの方は40枚1重スリーブでギリギリです。2重スリーブだったら30枚から35枚ぐらいですかね。なので、一応デッキケースとしても使えるように設計されています。このね、線入ってるところはメモできるようになってます。なので、一応ね、デッキ分けしてこの中に入れとくってこともできますし、もちろんね、ポケカのデッキケースみたいに入れとくっていうこともできますけれど、これをこちらの、三重スリーブとして一応入るっちゃ入るんだけどね、なかなかね、エンボスタイプをエンボスに入れるっていうことは普通しないと思うので、あれなんだけれど、一応例として三重スリーブにも一応なるよと。それはどういう時に役立つかっていうと、透明のね、コレクションとかでやるときは、大体ね、サイズ感として、この20目の上だったら66とか65ぐらいのサイズがいいんだなっていうのが伝わったらいいと思いますし、この67か。67×93 とか 66×92 とか 66×91 っていうのが、そこら辺がね、定番のね、スリーブになってるので、外寸が69とか 70mm の方が、スタンダードサイズのね、30目に向いているっていう感じになりますかね。なんですけれど、エンボスのね、上になかなかオーバースリーブするかっていうとしないとは思うんですけれど、もちろんね、試合の時だけオーバースリーブ取ってっていう感じでね、普段は大切に使いたい、安いもんじゃないからっていうのね、それで被せるっていうのはありだと思うので、もちろん被せることもできますけれど、だいたいデッキのね、厚みが30スリーブにポケカをしてしまうと、1重スリーブの厚みの2倍になります。
2倍の幅の山札になるので、倒れやすくもなりますし、公式戦ではあまり向いてませんけれど、もちろんプレイ用として友達とかね、趣味でやる分であれば30スリーブで楽しむこともできると思います。ちょっとね、話がオーバースリーブの話にずれてしまったけれど、伝えたいところはマットタイプとマットデュエルタイプの違いは不透明っていうのと、シャッフルがしやすくなったっていうのと、あとは内側が黒くなったってことによって若干ね、透明度がね上がったような錯覚に陥る。ほとんど同じだと思うんだけどね、触った感じ全面同じだから同じな気はするんだけど、やっぱ縁が黒いでね、なんか透明度が上がったような錯覚に陥るので、若干透明度が高いと思い込んでます、私個人は。背面のエンボスの細かさは同じです。硬さはこっちの方が柔らかくなってるっていうね、それぐらいがね大きな差ですね。あとパッと差があるっていうのは色味ですかね。見てもらったら分かるようにね、パステルカラーっぽいね、色が増えてます。今のところ全色11色、スタンダードサイズも、このジャパニーズサイズも、11色あります、同じのが。こっちのマットの色は30種類ぐらいあるんですけれど、そのスタンダードサイズとジャパニーズサイズでちょっと個数が違ってますね。公式で見てると、もちろんね、取り扱われてる色っていうのが増減したりとか在庫の関係でなくなったりとか表示されなくなったりっていうのがあるので、正確なね個数はわからないんですけど、だいたいジャパニーズサイズが27前後あって、スタンダードサイズが33前後ぐらいあると思いますので、気になる人は、概要欄の方に、公式の URL も貼っときますので、そちらから見てもらったらいいんですけれど、配送とかね、注文の対象にアジア圏がなってないので、公式から購入することはできません。できないので、買うとなると、トレカでドラゴンシールド扱ってる実店舗の、店に行くか、あとは、その大手通販の Amazon とか、Yahoo ショッピングとかね、あとは楽天市場さんとかにも一応取り扱われてます。なんですけれど、販売元によって価格が全然違うので、いろいろ手足合わせて、妥当な金額のものを選ぶ方がいいです。高かったらね、本当に1箱もう5000円とか1万とかね、出品されてるやつもあるので、それはね、確実に定価よりバカ高いです。バカ高いので、だいたい相場で言うと、定価自体が、これがだいたいね、14ユーロぐらいです。マットデュアルタイプが。こっちが12ユーロぐらいですね、マットタイプ。そしてこれが9ユーロぐらいなので、今ね、だいたい145円とかなので、そう、為替がね、それでかけてもらったら大体の値段がわかると思うんですけれど、1000円から1500円前後、これは2000円前後、これもだいたい1800円前後って感じで、販売元によってはそれプラス送料がかかるみたいな感じになってると思います。なのでね、3000円とか超えるんであれば確実に高騰してると思ってくれたらいいと思います。なので、定価からそこまで離れない、定価よりむしろ安いみたいなね、送料とか公式から買うと、もしね、買えたとしたらバカ高いので、送料で1000円とか2000円とかかかるので、海外はね、余裕でかかっちゃうので、それに比べると大手通販で買った方が安いと思います。例えばね、ウルトラプロとかはアメリカからの直送になるので、送料が非常に高くなります。公式サイトから直接買うとね。なんだけれど、一応ウルトラプロさんは、日本への発送は対応しているそうです。なんですけれど、ドラゴンシールドの方は、対応してないそうです。メールを送ったら、僕らの目標は全国に僕らのドラゴンを羽ばたかせるのが僕らの夢だけれど、今のところ対応できないと。いつか君のもとに僕たちのセリフが届くことを願っているよっていうね、メールが返ってきたので、今のところ対象にはなってないそうです。
国内で手に入れるのであれば、実店舗で買い付けに行ってるところとか、大手通販を利用してくれたらいいと思います。あとはね、細かいところ、スリーブの種類とか、インナースリーブのね、合うものとか、オーバースリーブの比較とか、それからこの余白具合、動画だとあんまり伝わりにくいと思うんで、それを拡大したものをブログの方にもアップしてるので、それも概要欄の方に貼っておきますので、よかったら覗いてくれたらいいかなと思います。詳細についてはね。なので、ドラゴンシールド興味のある方はね、検討していただけたらいいと思います。